はいどうもこんにちは。金子でございます。ということで、本日の食材がこちら。よいしょ。巨大あんこってことでね。それではこちらをさばいていく。でんでん。だけど、ちょっとあのあんこ大きすぎてですね。一応あのあんこをさばくようにこういう感じにね、キッチンもカスタムしたんですけども、お腹の中になんか大量に入ってるんですよね。魚なのかなんかわかんないですけど、一回砂浜に行ってお腹だけ割って、で、ついでに海水できれいに洗ってこっち持ち帰ってきて、さばきたいと思います。ちなみにあれ大きさが22キロあるんで、めちゃくちゃ大きいあんこなんですよ。よいしょー、よいしょー。ほら、お腹の中ね、なんか本当に入ってんのいっぱい。長細いのが入ってる。何が入ってんだろうこれ。めちゃめちゃ気になる。うわ、おめえ。よし、それじゃあ割っていきたいと思います。いきます。まずこのなんだろうな、これ。この玉みたいなやつ。これ。うわ、なんかいっぱい入ってきた。じゃあお腹割ります。いきます。硬い。え、何これ。うわ、え、嘘だろこれ。やば。これ中になんとフグが入ってた。フグ丸飲み。臭すぎる。これがね、真フグですね。1キロアップの真フグ1匹と、でまだ入ってます。これはね、カレイだね。深海に住むカレイ。まだいますよ。これもカレイ。これは溶けちゃってますね、完全に。これもカレイ。これ赤カレイかなんかかな。これもカレイだな。カレイ何匹食ってんのこれ。で、これ何これ。これもカレイ。うわ、すげえ。見て。超高級魚。赤ムツ。ノドグロですね。出てきた。このサイズ、新鮮だったら1匹2000円はしますよ。いいもん食ってんな。まだまだ入ってますよ。どんだけ入ってんのこれ。すごいな、カレイ。これなんだろうこの魚。ドンコかなこれ。ドンコ入ってました。で、カレイですね。まだまだいますよ。これ、カレイ。もういないかなあ、まだ入ってた。これはなんだこれ。カサゴ系のお魚ですね。あとはもう溶けたものばっかですね。出てきたものが、これ。マフグが2匹。で、これで、カレイがたくさん入ってました。カレイがだいたい10枚ぐらい入ってましたね。これ砂ガレイかな赤ガレイかなちょっと何ガレイかわかんない。これはキツネガレイっぽいな。キツネガレイ、赤ガレイ、これ砂ガレイかななんか3種類ぐらいのカレイが入ってますね。で、ドンコと、で、これがすげえわ。赤ムツ。いいもん食ってんな。というわけで、あとは家でさばきたいと思います。帰宅。よいしょ。ただいまというわけで帰ってきました。運ぶのだけで一苦労ですわ。じゃ今日はこの特設ステージにあんこを出していきます。よいしょ。でけえ。化け物よこれ。この大きさ。22キロは伊達じゃねえな。本当はね、吊るし切りがしたいなと思ってこのあんこを買ったんですけど、重すぎて吊るすことができなかったんですよね。吊るし切りはこの半分ぐらいのやつがまた入ったらやりたいなと思います。僕は正直吊るし切りよりこのまな板でさばくやり方の方が慣れてますんで、スムーズにいくと思います。これがあん肝ですね。すごいよこれ。この大きさ。今日はあえて BGM とかテロップとか少なめでいきます。臨場感を楽しんでもらうために。肝ですね。こちら。肝だけで2キロぐらいありますね。で、このあん肝はボウルにこのように入れて、でここに日本酒たっぷり入れていきます。日本酒につけて臭みを取っていきます。さすがにあんだけ餌食ってたんで、餌の匂いがちょっと移ってますんでね、念入りに臭みを抜いていきたいと思います。さて、じゃあいよいよね、こちらのあんこを本体さばいていきます。まずこのヒレ、大きなヒレですね。これを落としていきます。あんこうの骨は意外に柔らかいので、簡単に切れます。はい、これがあんこうのヒレ。ヒレもこんなに大きいです。これも同じように落としていきます。
2枚目。そうしたら次は皮を剥いでいきます。これ皮剥ぐのも一苦労だな。よいしょ。あんこうの口の中です。この顔、すごいね。そうしたら、このラインに包丁を入れていきます。皮1枚切るイメージですね。さすがにこんだけ大きいと、皮も分厚いな。はい、じゃあこういう風に皮が切れましたら、ここの取っかかりから皮を持って剥いでいきます。よいしょ。よいしょ。これで表側の皮が剥げました。次は裏側の皮を剥いでいきます。裏側もここに包丁のラインを入れてビリッとめくっていきます。あんこうは本当にいろんなさばき方がありますんで、正解っていうのはないですね。僕はこのやり方が一番好きかなっていうので、このやり方でおろしてます。よいしょ。はい、これで裏の皮もめくれました。そうしたら次はこの身を取っていきます。この身を取っちゃえばだいぶちっちゃくなります。包丁入れて、で、身の横の皮から切っていきます。はい、こんな感じですね。そしたらここが身なので、ここら辺から落としちゃいます。はい。これがあんこうの身ですね。表。で、次は頭ですね。ここに心臓がついてます。これがあんこうの心臓ですね。あんこうはほんと捨てるとこ少ない魚なんでね。牙以外はほとんど食えますね。次は、下顎を落としていきます。はい、これが下顎ですね。こんなに鋭い牙。これは基本食べれません。で、これで下の顎が取れて、こういう風に可愛くなりました。上にも同じぐらい鋭い牙がついてますので、こちらも取っていきます。はい、これで上の牙、下の牙が取れました。こんなに可愛くなりました。そしたら、口をガボッと開けて、こことここに包丁を入れて、上顎と下顎を2つに分けていきます。はい、これで上顎と下顎分けれました。そうしたらですね、上顎と下顎、まだ中に牙をね、こう隠し持ってるんですよ。上顎にこう2つ、ここね、丸いやつ2つ。で、下顎にもこの2つあるんですよ。なので、これを取っていきます。これさえ取ってしまえば、もうあんこうに牙はないです。これが下顎の牙ですね。で、これが上顎の牙。で、あとはこの目玉を取っていきます。はい、あんこうの目玉ですね。これでもう全部あとは食べれます。上顎は完成。で、次こちら、下顎ですね。下顎はこのエラを取っていきます。あんこうはエラも食べれるって言うんですけども、やっぱエラもちょっと汚いので、こういう風に取った方がいいです。はい、エラですね。エラは赤いやつがなくなるまで包丁でこういう風にしごくらしい。こういう風にね、白くなるんですよ。これ全部こう赤いのを取って、で、綺麗に塩もみすれば食べれるみたいですね。そしたら下顎は2つに分解できます。よいしょ。本当の下顎。下顎の上顎。上顎。これで頭の処理は完成。はい、そうしましたらいつものキッチンに移動しました。いつものキッチンって言っても、すぐ後ろなんですけどね。あんこうは牙以外ほとんど食べれるんですけども、さすがにあんなにたくさん食べれないので、今日は厳選して、肝、皮、身、ここを食べていきたいと思います。で、料理は2品作っていきたいと思います。1品目、あんこうの
唐揚げ。で、2品目、あんこうの皮とあん肝で、あん肝ポン酢作っていきたいなと思います。皮もこういう風にお酒の中につけておきます。あんこうの実ですね。おろしていきます。いつもちっちゃいあんこうはぶつ切りにして骨ごとやっちゃうんですけど、さすがにこんだけ大きいあんこう、骨もこんなに太いので、おろしちゃいます。3枚おろしていきます。大名おろしていきます。いきます。こんな感じ。あ、やっぱり身もちょっと匂うな。あんだけ餌食ってたから。しっかり味付けしないとダメですね、これは。そしたらこっち側もおろしていきます。大名おろし。はい、これであんこうの3枚おろしの完成。そうしましたら今日はね、唐揚げ。この真ん中のドセンターの、このぐらいでいいっすわ。あとご近所さんに配りたいと思います。そうしましたらまずはあん肝ポン酢から作っていきたいと思います。ほら、こんなに汚れが出るんですよ。だいぶ臭みが抜けたな。こんなにもたくさん食べれないので、で、さらにこれを半分に切ります。このぐらいでいいでしょう。皮なんですけど、ここら辺青いですよね。こういう風に青くなってるところは腐敗が進んでるので、あまり食べない方がいいです。なので青いところを避けて、そしたら肝をアルミホイルでくるんでいきます。で、なるべく丸っぽく巻いていきます。こういう感じですね。で、端っこをグリ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 と。こんな感じ。水をたっぷり入れます。あん肝を入れます。あんこの皮も入れていきます。蓋をして20分ほど蒸していきます。はい、では20分ほど経過しました。揚げていきましょう。皮を取っていきます。あん肝はもうちょっとだけやろうかな。そしたら先ほどの皮を冷水に入れていきます。まだね、ぬめりがこういう風に出てきますんで、しっかりとぬめりを取っていきます。で、この裏の、この薄皮みたいなところも取っちゃいます。押し付けて切る感じですね。こういう感じ。そうしましたら次、あん肝ですね。もうそろそろいいと思うんで火から揚げていきます。で、これ冷蔵庫に入れて粗熱を取っていきます。時間がかかるので、その間に唐揚げを作っていきましょう。はい、そうしましたら唐揚げ作っていきます。薄皮を剥いでいきます。カットしていきます。まずは3等分。綺麗な断面ですね。そうしたら、ブツ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 と、このぐらいに切っていきます。本当は片栗粉を使って唐揚げ作りたいんですけども、今日ね、これがあったんで、これで作っていきます。しっかり絡めていきます。はい、そうしましたらこちら揚げていきます。カラッと揚がりました。そしたらこちらを盛り付けていく。はい、そうしましたらあん肝がある程度冷えましたので、アルミホイルから揚げていきます。このようにアルミホイルを巻くと、こういう風に綺麗に成形されるんですよ。で、こういう風に成形すると、切った時にとても見栄えがいいので、こういう風にアルミホイルで巻きました。そしたらまだ若干水分がありますんで、キッチンペーパーで水分を取っていきます。そしたらこちらを盛り付けていく。はい、じゃあ完成。いただきます。よっしゃ、食べていこう。まずはこちらのあん肝ポン酢からいただきます。ポン酢にたっぷりつけていただきます。めちゃめちゃうまい。全然臭みがない。あん肝ってあんまり物が良くないやつって、口の中に残る変な後味があるんですけど、これはね、ないですね。皮ポンいただきます。
皮自体には味はそんなにしないんですけど、このもちもちとした食感と、このポン酢の酸味がとっても面白い。癖になる感じ。唐揚げいただきます。レモンをキューッと絞って、いただきます。うわ、美味しいこれ。口の中でほろほろって崩れるんですよ。鶏のもも肉よりもっと柔らかい感じですね。あんこうの唐揚げは本当に美味しい。はい、ということで今日はこちらのあんこうの唐揚げとあん肝ポン酢ときましたら、お飲み物こちらでやっていきたいと思います。せーの、で黄色のやつ。ちなみにカメラ変えたんですよ。どうですか？画質変わってますかね？はい、こちら。逆7対3ですね。いただきます。うめえ！3日間はあんこう料理だな。それじゃゆっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで、今日はおっきな巨大あんこをさばいて、身は唐揚げ、肝はあん肝ポン酢にして食べていましたけども、とっても美味しかったです。僕ね、あんこを買うのはだいたいこのぐらいの時期なんですよ。なんでこの時期に買うかというと、冬のあんこってすごく需要があるんですよ。あんこう鍋にするじゃないですか。なんでやっぱりおろしでも高いんですよ。で、こういう風に春になるにつれて、鍋やらなくなると、あんこうの値段もぐんと落ちるんですよね。本当に5分の1とかになるんですよ。なので今日のあんこうがめちゃくちゃ安かったですよ。あんなに大きくて、なんとお値段6500円。あんだけ大きいと料理屋さんも扱いづらいんで、値段はあんまりつかないんですよ。とってもいい買い物でした。ということで、今日はご視聴ありがとうございました。バイバイ。